Guten Tag。お久しぶりのだいたい今日のドイツランドです。27日にサマータイムが始まり、日本との時差は7時間になりました。日没が遅くなり、ここのところ暖かい日が続いていたこともあって、もう春が来ちゃったかのような陽気です。道行く人々にもウキウキ感を感じます。でもニュースを見ると別の世界が広がっています。最近のニュースは7割から8割がウクライナでの戦争関連のものになっている印象です。近くで始まった戦争を機にドイツは大きく変わりました。今日はそのあたりをレポートします。ドイツ、プーチンの戦争で変わりました。ヘルメット5000個送ります。ロシア軍がウクライナ国境付近に集まり、緊張が高まっていた1月下旬、他の西側諸国がウクライナへ武器等の支援を決める中、ドイツからはウクライナにヘルメット5000個を送ると発表しました。 EU 一の経済大国がヘルメットと各国から批判され、キエフ市長のビタリ・クリチコ氏からは、次は枕でも送ってくれるんですかと SNS に書き込まれました。それでもドイツがこのような提案しかできなかったのには主に2つの理由があります。1つ目は、ドイツは日本と同様に第二次世界大戦の敗戦国だったということです。戦後は平和主義の側の立場で、国の軍事費も少なく保ってきました。紛争地帯に武器を送らないというポリシーも長年守り続けてきました。2つ目は、ロシアとの経済的な結びつきが大事だったということです。ロシアを刺激したくなかったので、ウクライナを全面的に支援するという立場を取らなかったのです。ノールドストリーム2棚上げ。ドイツはロシアからのエネルギーの輸入に依存しています。2020年では石油の 34%、石炭の 45%、天然ガスは 55% をロシアから輸入しています。また、ドイツでは昔から原子力発電に強い抵抗があり、福島の事故をきっかけに国内のすべての原子力発電所を閉鎖することを決めています。今年の終わりまでにはすべての原子力発電所が閉鎖される予定です。EU 全体でも近年は環境への配慮から石炭の使用を減らしているため、天然ガスの使用量が増えています。北海の天然ガス資源が枯渇してきていること、オランダが天然ガスの採掘をやめたことなどで EU 内で必要量を賄えなくなったため、 EU 外からの輸入量が増えています。ノールドストリームはロシアの西の端からバルト海を通って直接ドイツ北東部につながるパイプラインで天然ガスを運びます。はじめに作られたものはノールドストリーム1の2本で2011年、12年から稼働しています。さらに工事が進められ、2回目の2本のパイプラインが去年開通しました。それがノールドストリーム2です。これを稼働しないようにとアメリカやウクライナ、フランスなどから猛反対されていましたが、当初ドイツはノールドストリームは政治に無関係の民間ビジネスの問題であるとしてプロジェクトの中止をためらっていました。しかしプーチンがルハンスク・ドネツクの自称人民共和国を独立国家として承認し、ロシア軍を派遣すると、ついにショルツ首相が状況が変わったとしてノルドストリーム2の承認手続きを進めないことを決めました。武器を送ります。軍事費を増やします。2月24日にプーチン軍による侵攻が始まり、ドイツは3日後の2月27日に特別会議を開きました。その際の演説でショルツ首相はドイツの外交政策の大転換を発表しました。ショルツ首相は、この戦争はロシア国民が決めて始まったものではなく、プーチンの戦争だと言いました。また、我々はヨーロッパを守ると言いました。ウクライナへ直接武器を支援する方針を発表しました。
国防費を大幅に増やす約束もしました。このようにこれまでは軍事力ではなく外交と対話を重視してきたドイツでしたが、この日が大きな転換の日となりました。ロシアとドイツとの間には歴史的に経済と文化の深い結びつきがあり、ドイツにはロシア人やロシア文化が大好きな人が多いそうですが、今回のプーチンのウクライナ侵攻は多くの議員と国民のロシアに対する考え方も変えたということです。ノールドストリーム1も止める？戦争は続いており、ドイツは今もまだ決断を迫られています。すでに天然ガス輸入に活躍しているノールドストリーム1を止めるなど、ドイツがロシアからの燃料の輸入を完全にストップすれば、ロシアが資金不足になり、戦争を続けられなくなるだろう。だからドイツは直ちにそれをするべきだ、との圧力があるのです。今月17日、ウクライナのゼレンスキー大統領は、ドイツ議会で行ったビデオ演説で、ドイツの指導者たちは欧州の安全保障よりもロシアのプーチン大統領との経済関係を優先している。また、ロシアに非常に厳しい制裁を加える際、ドイツ経済への打撃を恐れてドイツが躊躇していると非難しました。2月のショルツ首相の演説の同じ日には、クリスチャン・リントの財務大臣は議会に対し、たとえドイツ経済に大打撃を与えるとしても、最上級の制裁が必要だと呼びかけていました。それでも私たちはその代償を負わなくてはなりません。それが自由の代償だからです、と。一方、ハベック副首相は、連邦政府がロシアからの燃料の輸入を段階的になくす方向で動いていることを強調しています。でもスイッチを消すようにいきなりはできませんと言っています。ロシアのガスと石油を直ちにボイコットすれば、ドイツでは大量の失業者、貧困、暖房のない家庭、ガソリンのない人々の問題が発生すると警告しています。そしてこれは苦々しいことで道徳的に良くはないが、ただまだ今すぐにはできないと繰り返しました。ショルツ首相も、ドイツがアメリカに倣ってロシアの石油を直ちに輸入停止することはできないと言っています。現在、欧州の熱供給、移動手段、電力供給、産業用エネルギーを確保するためには、輸入を続ける以外に方法はないと言います。また一方で、ドイツの著名な科学者、ジャーナリスト、活動家たちは、ドイツ政府に対して公開書簡を書き、ロシアのエネルギー輸入を禁止するよう懇願しています。アンゲラ・メルケル前首相も、ドイツがノールドストリーム1を閉鎖し、他の地域からの輸入を許可することを提案して、この議論に加わっています。ただ、短期的な代替エネルギーは豊富ではなく、風力発電や太陽光発電、天然ガスの代わりになるものを他の地域から輸入した場合に必要な LNG 基地の建設にしてもすぐにはできず、5年程度はかかるということです。この件に関して今後ドイツはまた思い切った決断をするでしょうか。皆さんがドイツのリーダーだったらどうしますか。今日のニュースは以上です。動画の説明欄に関連記事のリンクを貼り付けてあります。興味のある方はご覧ください。はい、ではおまけです。今日の音楽はドイツにゆかりのものではなく、1984年にアメリカのバンド Twisted Sister が出した曲で We're Not Gonna Take It です。この曲はこれ以前にもアメリカの大統領キャンペーンで使用されたり、コロナ対策のマスク着用反対のグループに使用されたりしてきましたが、今回のウクライナ戦争ではウクライナ側の人々をつなぐ歌になっているそうです。
続いて名言です。今日の名言はドイツ生まれの理論物理学者アインシュタインの言葉です。世界が脅かされているのは悪人がいるからではなく、悪人に対して何もしない人がいるからです。今日はこれで終わりです。皆さんお元気で。Bis zum nächsten Mal. Tschüss.